守るためにやってるだけですね。自分の父親だったりとか、おじいさんだったりとか、ひいおじいさんであったりとか、そういう人たちがやってきたからこそ、ここがあって、それで自分はご飯食べてきたんで、でも最後は炭を作るためにやって、ひたすら作るためにやって、それが一番の、目的っていうんですかね、やりたいことですけどね。
で出来上が形作ったさっきの生の炭を一つずつ埋めていくっていうような感じですね。並べて。で、この木の灰の中で、この灰の、なんていうのかな、この炭の中の水分をこの木の灰に吸わせていくっていうような。で、吸わせていったら、どんどんこの中の水分が、なくなって少し固まっていくんですね。ただ、ずっとほったらかし、この中に入れっぱなしにしてると、この灰がやっぱり水分吸いすぎて、今度灰が湿ってくるので腐っちゃうんですよね。ずっとほったらかしにすると。なので、2日3日に1回、この中の灰の中からこの生の炭を全部取り出して、また新しい乾いた灰の中に入れていくっていう、入れ替えていくっていう作業を大体3週間近くずっと続けていくっていうような感じですね。その中の炭も水分がきれいに均等に抜けていくっていうような、これをずっとやっていくっていうような感じですね。向こうで乾燥させた炭、仮乾燥ですね。灰の中に入れて仮乾燥させた炭を今度は本格的に乾燥させるためにここに並べていくっていうような。で、ここでこの網の上で、自然乾燥させていくのが基本的な乾燥のさせ方ですね。で、この上に置いてらっしゃったものでしっかり乾燥中のもの。で、乾燥してくると、どんどんさっきふにゃふにゃだったものがこういう、ちょっと石みたいな音になってくるんですけど、しっかりこれで乾燥して固まっていくっていうの。ずっとほったらかしにしてると、柔らかい炭の状態の時に、風に当たって、これ、まっすぐ見てて、こう反ったりしてるんですけど、こっち側から風が当たりすぎて、頭とお尻のところが、ふにゃんって反っちゃったっていうような感じ。で、これ多分、もともと、こういう感じで置かれてた。今、ごめんなさいね。反対にしますね。今、こう反ってるんですね。こう置かれてたんですよ。で、こっち隙間空いてて風が当たったから、こっち側から風が当たることで頭とお尻が反ってきたから、こういうのをずーっとほったらかしにしてるとさらにどんどん反っていくんですけど、本来だったらこういうそのまっすぐな状態に、ピンとまっすぐな状態にしていかなくちゃいけないので、それを戻すためには、これを今度ひっくり返すとか、ひっくり返して、今度こっち側から反対にひっくり返すことによって、反対側に風当たることによって反り戻るみたいな感じですね。そういうのを一個一個チェックしていかなくちゃいけないですね。毎日2日に1回チェックしていきますね。もうでも2、3ヶ月したらもう、2か3ヶ月だな。もうここに置いて1、2ヶ月したらもう、反りも、戻らなくなっちゃいますね。完全に固まっちゃったら。金庫園っていうんですけど、この金庫園で炭屋さん自体はだいたい約150年前からやってますね。で、自分で今7代目になるんですけど、本当にずっと昔から家族だけでやってる小さい炭屋さんですね。炭屋さん自体は奈良にたくさん昔はあったらしいんですけどね、今はもう残り8軒だけですかね。そのうちの1軒になりますね、うちは。日本全国で今炭屋さんが9軒あるので、9軒のうち8軒が奈良県の奈良市、残り1軒だけ三重県にあるんですけど、合わせて9軒だけですね。昔は奈良だけでも40軒ぐらいあったらしいんですけどね、記録に残ってるだけでも。ただどんどんやっぱり炭の需要っていうんですかね、なくなってきて、炭屋さんもどんどん少なくなっていって今に至るっていうようなところじゃないですかね。もともと生まれ育ちはここで22までいたのかな、大学卒業までいたんですかね。子供の時からずっとこの家で作業場で手伝いとか炭作りの手伝いとかはしてたので、どういう家かは当然分かってるんですけどね。でそれで育って、で大学に入ってから別に家の家業が嫌だからとかそういう理由じゃなくて、特に何も考えてない子供だったんで、一回仕事で社会人で
他の世界に行って仕事を会社勤めしてやってたんですけど、遅かれ早かれ多分いずれ戻るんだろうなっていうのは自分の中で家業だからですね、やっぱりそれでご飯食べてきてるのはあるし、やっぱりそういった意味では戻るんだろうなっていうのはあったので、15年ぶりぐらいにまたこっちに戻ってきて今やってるっていうようなところですかね。理由としてはやっぱり本当に、家業だからっていうそれの一言しかないんですけどね。基本的な手作りで一つずつ作っていくっていうのは材料も含めてですね、それはもうちらっと言ってたんですけど、何百年1000年前から変わってないので、ただ一個変わってたのはやっぱり自分たちが子供の時以上にさらにやっぱり需要自体がですね、どっちかというと周りの環境が良くはなくなって悪くなってたっていうところですかね。中身は炭作り自体は変わらないんですけど、単純にその炭そのものとしては今の世の中でやっぱり吸って書く場面って極端に少なくなってきてて、やっぱり学校の書道の時間とかでももはや炭すらないってざらにあると思うんですよね。でそういった子どもたち、小学校の子たち、小さい子たちが大人になって急に炭をするかって言ったらすることは多分ないと思うんですよ、おそらく。その小さい時に炭のことをもっとしてもらうように、そういう学校の授業に行って、話だったりとか作るとこ見てもらったり材料の説明したりとか、よく学校の授業とか呼ばれたりするんですけど、あとはそれも子供だけじゃなくて社会人もそうですね。基本的に大人の方もそうですけど、炭吸ってこなかったような世代になっていくことを考えたら、結構対外的にこっちの方から出てたりして炭の話っていうんですかね、結構そういうことをずっと啓蒙活動みたいなのでやってたりとか、あとは需要が少なくなってきて炭屋さん自体がしんどくなってくると、炭作りに携わっている関係者の人たち、産地の中にいる職人さんとか物を作っている人、材料を作っている人とか、そういった方々とかもやっぱり困ってくるっていうことを考えたら、急にすぐにその方に対して何か救済っていうのはできないんですけど、ただそういった産地の奥におられるそういった道具作られたり材料作られたりとか、産地の深いところにおられる関係者の人とか、そういった方たちにもうちょっとスパットを当てて情報をしっかり、こちらから記事にして、それをウェブサイトとかに上げて、情報を出していくっていう、それでさらにより炭作りのことをより知ってもらうきっかけに、一般の方にですね、それは世の中のでそれで知ってくださった方がまたさらに次のアクションを起こしてもらえればそれはそれでいいと思うので、対外的な SNS とかもそうですね、発信的なこととか、あとはもう単純にその炭作りそのものっていうところで考えたら、吸って書く、さっきも言ったみたいに吸って書くだけではもう終わらないな、無理だなっていうのは一つ自分の中であったので、ただ炭の場合もう少し炭そのものをもう一回再定義してみたらどうかなと思ってて、それは何を再定義するかって言ったら炭の魅力とか使い方とか、そういったところを吸って書くっていう以外の使い方、魅力ないかなっていうので、炭の造形の美しさっていうんですかね、美術工芸品的な美しさであったりとか、単純に炭の香りとか、結構当たり前の話なんですけど、皆さん普通に炭の香りだって流してるんですけど、それは十分一つの魅力になると思うので、香りだけで楽しんでむ炭もあってもいいと思うし、見た目だけで綺麗だなで楽しむだけの炭があってもいいし、すらなくてもいいと思ってるんで、自分は、そういう炭を作って出していくっていうのも一つ、そういう商品開発とかそういう伝え方もありだなっていうのでやってきましたけどね。炭に関しては筆記材、ただの筆記材だと思うんですよ。鉛筆とかボールペンとかシャーペンとかマジックとか、それと変わらない昔の筆記材なんですけど、たかだか筆記材で香らせる必要ないじゃないですかそもそもの話。あとはものすごい彫りの深さ、細かさ、ああいうのも別に吸ってなくなるんだからいらないじゃないですか。だけど炭の場合はあるんですよ。それが香りもあるし、そういう見た目の造形もあるし、そういった意味ではこれは間違いなく一つのその理由っていうんですかね、特徴であり、逆にそれが魅力でありっていうところはもう自分的にはもう間違いないなと思って確信してたんで、それを本当に深掘りしていって、新しく商品企画するのもそうですし、それをその三位一体の魅力っていうんですかね、それをそのさっき言った対外的なところに行って対外的な話で伝えていく、お見せしていくっていうのは一つの流れなのかなっていうのは今できてますけどね。いろんなところでもう一般の人、どんな方でも国内外海外の人でも情報を拾える時代じゃないですか。やっぱりそういうのを見つけられて、今は結構連絡がガンガン来ますねだからそういうその
コラボみたいなのもそうですし、ただありがたくそういう話は可能な限り受けるんですけど、こっち側からやっていくっていうのは結構余裕はないですね。言うてもうちの場合も実質作ってるのがもう自分と父親ももう高齢でセミリタイアしかかってるような状態なんで、実質ほとんど一人でやるってことになるともうやってる余裕がないので来た話だけ受けてるぐらいので収まってますけどね今は。はい。楽しいとかあんまり何も考えてないですね。正確に言ったら。で、ただやりたいことは一つあって、やりたいことはもうそういうのを全部掘り投げて、ひたすらただただこっちの炭作りしたいんですよ、自分は。もう50前ですけどね、言うても10年間ぐらいしかやってないから、キャリアとしては全然浅いし、で、未だに10年やってても炭作り自体は下手くそだなと思いながらやってるんで、でももっと上手くなるんだためにはやっぱりもっとたくさん作らなくちゃいけないじゃないですか。当然練習しなくちゃいけないんですけど。ただガンガン作ったとしても、作ってもそれを売らなくちゃいけないじゃないですか、今度は。でも売れないような時代なので、まずはその作るのも当然打ち込んでやらなくちゃいけないんですけど、普及活動、啓蒙活動もそうですし、そういうのもしっかり並行して、少しでも一人のでも多くの方、それは国内外、魅力を知ってもらう中で、それでその先に需要がつながればいいかなっていうのがあるんで、で、その需要がつながった時に初めて、多分自分もたくさん炭作る、もう目的があるんですよね。多分求められるものがあるから、しっかりたくさんものを作る。で、自分にとっても練習になりますし。だから本当はもっと今の時点でもすぐにやりたいことって言ったらひたすら打ち込みたいんですけど、そうじゃない世の中だからどっちも並行しながらものを炭作るっていうのと、あと炭を伝えるってことを今両方並行しながらやってるような状況ですね。だから今はちょっとあれこれ行き過ぎてちょっと集中力がなくなりかけてるから、何も可能な限り何も考えないでおこうと思って、でも最後は行き着くところは炭を作るためにやって、ひたすら作るためにやって、それが一番の、目的っていうんですかね、はい、やりたいことですけどね。自分が結構一般の方に伝えたいというのは結構そこですね。本当に一番大事なところ。儲からないですよとかじゃなくて、食べていけれるかどうかもわかんないですよっていうようなところなんで、需要がないから作っていけないとか、もうこっち側でもどんだけ気持ちやりたくてもやれないような環境状況になってきてるとか、例えばその今まで作ってきたもの、技術とかを転用して別のものを作るとか、炭じゃないものを作るとか、工芸とかってやっぱりそういうので進化していったり、なんとか残っていくためにっていうのあると思うんですよね。だけど自分はそれを全くやりたくないんですよね。なぜならやりたいところは最終的にはただただもう純粋な昔からの炭作り、それを目いっぱいやりたいので、そっちに行ってたらもっと楽できたんでしょうね、おそらく。それをやらなかったから苦労してんね、多分。家業を守っていくためには当然のことながら炭作りそのものをちゃんと守っていかなくちゃいけないし、その炭作りの中にはやっぱり技術であったりとか、製法もあるし、材料とか道具とかそういうもう産地そのものでもありますし、だから本当にそういったところが一番大事かなと思っているんで、守るためにやってるだけですね。自分の父親だったりとかおじいさんだったりとかひいおじいさんであったりとか、
そういう人たちがやってきたからこそ、ここがあって、それで自分はご飯食べてきたんで、でそれを当たり前の光景で育ってここの場所で見て、だからその家業を守っていくためにっていうところじゃないですかね、やっぱり。